本当ですか？間違いないですね。残念ながら子宮頸がんです。子宮頸がんとは子宮の入り口である子宮頸部に発生するがんです。早期で症状が現れるということはほとんどありませんが、今回たまたま見つけることができました。病気としては一 B 期なので、手術で子宮とその周辺の臓器を取ることが標準治療となります。そんな、結婚が決まったばかりなのに、早く子供が欲しかったのに、どうしてこんなことになってしまったんでしょう。若くしてがんを患ってしまった患者さんの悲しみはもっともなことです。しかし、子宮が妊娠・出産に関わる臓器とはいえ、命には代えられません。今回、本来なら防げたかもしれなかった悲劇を繰り返さないためにも、ウイルス感染を主な原因として発生する子宮頸がんについて動画にしてみることにしました。子宮頸がんの多くはヒトパピローマウイルス、略して HPV の感染が主な原因です。一口に HPV といっても、実は現在まで100種類以上見つかっています。イボや線形コンジローマなどを発生させるローリスク型と、子宮頸がん以外にも咽頭がんや肛門がんなどのがんを発生させるハイリスク型に分類されます。子宮頸がんの発生に関わるのは全部で13種類のハイリスク型とされています。性的接触のある人の半数以上が HPV に感染するとされ、多くの女性が生涯で一度は感染し、ほとんどは自然に治癒します。ただし、体内に残ったウイルスが持続感染を引き起こす場合は注意が必要です。慢性的な感染はやがて前がん病変となり、浸潤性頸がんへと姿を変えていくのです。なるべく早い段階で気づいて治療するために、20歳を超えたら定期的に検査することが推奨されています。いかがでしたか？ここまで HPV のハイリスク型は咽頭がん、肛門がんも引き起こすので男性も人事ではないこと。HPV は外陰部や肛門周囲にも存在するため、コンドームの予防効果は十分でないことを強調したいと思います。日本では小児から高校生までの女性にハイリスク HPV の感染を予防する3回のワクチン接種が推奨されています。予防効果は 70% 以上で、最新のものは9価、つまり9種類のハイリスク HPV に対応し、予防効果はさらに向上しています。アメリカでは HPV ワクチンで年間約2万9000人のがんを予防できると報告されています。また子宮頸がん以外のがんを防ぐため、男性も接種対象です。さらにワクチン普及が進んだ国では感染率が大幅に減少し、子宮頸がんがほぼ根絶された地域もあります。一方、日本では若い女性を中心に毎年1万人ががんと診断され、3000人の方が亡くなっています。どうしてこのような差ができてしまったのでしょうか。その理由として、ワクチンの副反応への悪いイメージが先行し、一時的に積極的勧奨が中止されたことから、接種者が急激に減少した点が挙げられます。主な副反応としては、接種した場所の腫れや痛み、頭痛や注射針への恐怖から来る症状などで、多くは一過性で治ります。それ以外の重篤な症状について、現時点ではワクチンとの因果関係が証明されたものはなく、ワクチンを接種するメリットがデメリットを上回るとされています。データの収集と検証は引き続き行われています。接種後に何か異常を感じた場合は、すぐに医療機関や専用窓口に相談してください。まとめです。子宮頸がんは前がん病変のような早期から治療が必要で、妊娠や出産に影響が出ます。病状次第で命に関わることもあるため、ワクチン接種と定期的な検診が重要です。検診としては主に細胞診ですが、ハイリスク HPV の感染を調べる HPV 検査もあります。両方を行うことで診断率が向上するとも言われています。危険因子として若いこと、複数のパートナーと経験があること、喫煙、免疫がうまく働かない免疫不全状態にあることがリスクになりますので、心当たりの場合には特に注意してください。